Let's get started. 語るドローン第2回目。今回のテーマ、韓国の公共交通はなぜ観光に強いのか。こんにちは、星野映像社です。前回の語るドローンでは韓国の都市構造そのものについてお話ししました。今回はもっと身近な足の話です。韓国旅行はなぜか疲れない。その理由を空から見ていきます。1、なぜ韓国旅行は疲れないのか。結論から言います。韓国の公共交通は地元の人と観光客を分けていません。そのため路線はシンプルで、駅の識別番号や色分けは直感的。英語表記が前提で、観光地の最寄り駅も分かりやすい名前です。そして何より駅から目的地までが近い。降りてから長距離を歩かされることがありません。私は最近韓国でドローン撮影をしていますが、ほとんどの場所へ地下鉄かバスだけで行っています。10キロも歩くことはありません。歩いてもせいぜい1キロ程度です。しかもホテルから1時間以内の場所ばかりです。それだけ交通網が細かく張り巡らされているということです。2、バスが難しくない理由。韓国のバスは観光客でも使いやすいです。理由はとてもシンプルです。IC カードは1種類だけ。これ1枚で地下鉄もバスも使えます。乗り方も日本とほぼ同じです。路線が多くて難しそう、そう思いますよね。でも路線を覚える必要はありません。スマートフォンがあれば大丈夫です。韓国ではネイバーマップというアプリを使います。行く先を入力するだけで最適なルートが表示されます。しかもリアルタイムです。バスが今どこを走っているのか、あと何分で来るのか、間に合わなければ次のバスを自動で提案してくれます。乗り換えが必要な場合もその場その場で最適なルートに更新されます。つまり言葉がわからなくても迷う必要がない。焦る必要もありません。料金は IC カードをタッチするだけ。しかもとても安い。バスの本数も多く、主要路線なら5分おき、少し外れた場所でも30分に1本程度は走っています。仮に待つことになっても別のルートをスマホが見つけてくれます。3、空から見るとわかること。上空から街を見るとよくわかります。交通は血管です。バスという血管が街全体に張り巡らされています。夜でも動いている。人の流れが止まらない。その結果、車の集中が起きにくくなり、渋滞や公害も抑えられます。多くの人が使うことで運賃も上げずに済む、交通がきちんと機能している街です。4、なぜ日本では難しいのか。日本では公共交通が会社ごとに分かれています。決済方式もデータも統一されていません。そのため便利にしようとするとコストが増え、利用者が減り、路線が減り、さらに不便になる。そうした構造になっています。私自身の体験として、私は韓国での空撮のほとんどをバス移動で行っています。快適で安くてとても効率がいい。これは実際に使ってみて分かったことです。5、皆さんへの問い。皆さんはどう感じましたか。旅行していて疲れなかった国はどこでしたか。ぜひ
コメントで教えてください。ここまでご視聴ありがとうございました。次回は星野の臨死体験をお話ししようと思います。少し長くなりそうです。チャンネル登録をしていただくと新作が見つけやすくなります。それではまたお会いしましょう。